アワルと申します。1月から、ザ・クラブ・ゴルフ・ビレッジというところに、就職して働くことになりました。ネパール人です。コネクションにお世話になっております。そうですね。最初にそこに先生やってたそのところの仕事を教えてもらっていたところだったんですけど、そこで、お名前を忘れたんですけど、日本人の方がいて、そちらからいろいろなんか、こういうビザでも日本に来れますっていうのがいろいろ説明してもらって、で、結局問題はその試験を受かること、SSW のその2つ試験を受けることですっていろいろ説明してもらって、そこから会社的にもいろいろアセットホールディングスとかいろいろ紹介してもらったんですけど、自分でもいろいろ調べて、もう一つ、ここアセットホールディングスともう一つのところ両方アプライしてたところだったんですけど、両方ところから一応内定をもらって、でも自分でいろいろ調べたら、やっぱレストランとかよりもやっぱホテル系の仕事が自分がしたくて、で、あと普通に雰囲気的にもこっちがいいなと思ったところでしたから、こっちを選んでこっちにしますって感じで、で、そこから宿泊のその試験と、日本語能力の試験を受けることになりまして、そこから来ることになったって感じですね。ありますね。いや、ネパールはそういう山ほどあります。いっぱいいっぱいです。いろいろな仕事を、ホテルとかレストランとか、工事の仕事、工技の仕事とか。安心するところなかったんですよ。他のところは、例えば、日本に来ても誰か、万が一何かダメになっちゃったら、責任持ってくれる人とか何かで、本当に日本に行けるかもわからないし、なんかもう詐欺かもしれんなところもありましたし、で日本に行けてもなんかちょっと安心がなかったんですよ。一応言うと。それが大違いですね。一応コネクトジョブっていうところ、日本人がやってて、で、もともと日本にいたから、一応日本人はこういうところに信用できるって自分も分かってましたから、なんか安心して手続きやれるっていうところでした。それとあといろいろな向こうからできるサポートは全て全部やってくれるところも含めて。そうですね。一応いろんな会社をまずは探してくれたり、でそこから試験の予約とかがもう相当難しかったんですけど、そういうところを手伝ってくれたり、でネパールで試験ができない、ネパールでなかなか予約が取れない状況だったんですけど、そういうところにはスリランカまで行かせてくれたり、そうでも想像できないぐらいなお世話になっているんです。日本来てからは、そうですね。一応、SIM カード的な手続きをやってくれるところだったんですけど、そこはまた、予約してくれる SIM カードの電波がうまくここ届かないっていう話がありまして、ちょっとそれキャンセルすることになりましたんですけど、そうですね。それ以外は頼むところはないんですね。また頼む必要がまだないですね。いい会社ですから、なんかできるだけ全部サポートを会社がやって何かそういう不明な点ではまだないですね。一応これ、今、Wi-Fi があるところしか使えなくなるんですけど、今度また、16日に免許の試験があって、その近い間にまたもう一回、その近くのどっかの会社と契約して、SIM カードだけ取ろうって思ってます。まだ大丈夫です。今、ホテル仕事だけですから、別にあちこち行ってませんから、安全がないんですよ。安全に日本に行けるかどうか、誰も証明してくれないっていうのがあるんですよ。普通のところは、もちろん日本に行って仕事をするでも、ここに来てもサポートしてくれるっていうのはなかなかないっていうのがありますね。一応ネパールから日本へ行かせるまでが仕事、向こうの人たちの仕事は日本に行かせるまで。で、日本に行ったら、はい、じゃあ自分でどうにかしてくださいっていうなるところがよくあることです。例えば、
こんな仕事ですって言って日本に来ても、なんかここはもう全然別のことをされるって言っても、言える人がいるって感じですね、誰か。でも普通のところはそういうのはないんですね。1回目行った時、大学で、やっぱ今気づくんですけど、なんかちょっと、あの時やってたことをもうちょっと違う風にやってたら、大学を卒業して、仕事をしてたら多分もうちょっといいところ、ここもめっちゃいいんなんですけど、でも一応もっと人生がうまくいってたんじゃないかなっていうのがあるんですけど、でも今回ももちろんその時習ったいろんな経験のおかげで今もう助かっているんですね。比べっていうか、どっちも良かったんですね。でもあの時より今の方がもうちょっと大人っぽくできるって感じですね。あの頃はちょっと若くって、ちょっといろいろ失敗しちゃったっていうのもあるんですけど。やっぱネパールでは日本に行く方法はいろいろあるんですけど、でもやっぱお金を払っていろいろなんか詐欺される人もいるし、せっかく日本に来ててなんか日本語とかも習って、なんかやっぱそういうところをもう一度いろいろやり直して、またそうやって頑張りたい人たちにはコネクトジョブみたいなところを見つかったら本当にすごく楽だと思いますね。で、せっかく自分が習った経験とか言語とかのいろいろ問題もないし、普通に試験を受かって日本に来れるから、絶対にコネクトジョブのこと分かったら、絶対に探してくるはずです。それ以上のいいオプションはないと思うんですね、僕は本当に。最初から勉強して日本に行くって言ったら、それはどうか分かんないんですけど、でもなんかもう日本から僕みたいに帰っちゃった人にはコネクトジョブ以上のいいオプションはない気がします。そういう人たちにはコネクトジョブを探してくださいっていうぐらいですね。僕から言えるのは。